ほんとごめん。ほんとごめんね。ほんとごめん。ごめんなさい。大丈夫？はい、皆さんこんにちは。車の大自然家シルピーです。今回はこちら激落ちくんメラミンスポンジですね。皆さん車にこのメラミンスポンジ使ったことありますか？メラミンスポンジってね、すごいんですよ。洗剤とかを使わずに水だけで、こすれば汚れが落ちるっていう優れものなんですよね。いろんな動画でそのメラミンスポンジ使ってみてくださいっていうコメント結構入ってるんですよ。で、特にミト総樹脂復活剤、僕結構使ってるんですが、その動画にメラミンスポンジでかなり綺麗になりますよだったり、メラミンスポンジが内装用の洗剤のスポンジとして使われていたりとか、意外にね、なんか車で使われてたりすることだったり聞くことが多いんですが、このメラミンスポンジって裏面に説明文があって使用に適さない面っていうのがあるんですよ。そこにプラスチック面、塗装面、コーティング面、車の外装面と書かれています。なのでそもそも車に適さないっていうのがこのメラミンスポンジだけど、汚れがすごく落ちるから使ってみようかなっていう人多いと思いますけど、これはね非常に危険です。僕自身車に使ったことないので今ここでねあーだこーだ言うのもあれなんですが、そもそもね適さないって書かれてるので使わない方がいいです。で、僕は実験としていろいろちょっと使ってみようかなって今回思っております。で、なんでメラミンスポンジがダメなのかっていうお話でいくと、こう触ると柔らかいですよね、スポンジ状なので。けどかなり弾力があります。で、これってメラミン樹脂がスポンジ状になっていることによってこう柔らかいだけなんです。この間に空気とかが入っていてね、ここね結構勘違いしがち、スポンジで柔らかいし汚れもすごく落としてくれるから車にいいんじゃないのかと思って使ってしまうと大失敗してしまう可能性があるので注意してください。実はこのメラミン樹脂っていうのがすごい硬いものなんですよ。どれぐらい硬いかっていうと、モースコードっていう硬さを表す表記があるんですよね。で、このメラミン樹脂はその表記で言うと4っていう数値に値します。で、これはプラチナとかと同じぐらいの硬さで、ちなみに車の塗装面とかはこのモースコードでね表されてなかったりするので、ちょっと一概にこれっていうのは言いにくいんですが、だいたい外車で 2.5 ぐらいって言われてますね。っていうことはそのメラミンスポンジの方が実は柔らかいように見えて硬いんです。だから水だけでも汚れを落としてくれる、要は削っているということですね。なんかそこら辺は頭に入れておいてもらいたいなと思います。なので今回はこれを塗装面に実際に使ってみたり、あとそのミト総樹脂の部分とかね、内装の方に使ってみてどんなもんなのか、できれば使いたくないけどどうなっちゃうのかっていうのは、実際に映像として皆さんにお届けしたいなと。もしかしたらね全然影響なくね使える可能性もあると思うし、撥水してる塗装面とかに使ってみて傷が入る入らない、コーティング剤が落ちる落ちないとか、そこら辺を見ていきたいなと思っています。良くないことを今からやるので、そこら辺はご承知の上この先ちょっと見ていただきたいなと思います。そしたら早速外へレッツゴー。はい、そしたら外にやってきました。まずはねちょっとミト総樹脂でいきましょうかねと思っています。で、ちなみにこれミニのフェンダーなんですが、ちょっと白っぽくなってきましたね。これは何なんだろうね、ガタガタガタっていう、これ汚れなのか何なのかちょっとよく分かってませんが、やってみますかね。で、メラミンスポンジですね、小さいサイズのやつだったのでこれで試していきます。で、濡らして水滴が足りないぐらいに絞ります。で、こすっていく感じなのかな。あ、黒い。一応ねさっと洗ったんですが黒くなってるね。水だけで落ちてるっていうのは削り落としてるってことですね。確かに綺麗になってるっぽいな。あんま強くやるとなんかカスみたいなの出てくるんですよ、ボロ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 は。いつまでやればいいのかっていう感じはちょっとあります。ちょっと一回拭いてみますか。おー、だいぶ白いのは目立たなくなりましたね。ちょっとマスキングテープを取ってみます。ほら、境目がありますね。今日この変なこのくの字みたいなのは全部取り切れてないけども、境目があるっていうことは黒くなっているということでしょ。汚れをね落としてるような感じですね。削れてなんか変な感じになってるようには見えないけど、プラスチック使えないって書いてあったからね、こういうミト総樹脂の部分のこういうちょっと脂肪的なところ、ボコボコしたところにはいいかもね、
艶を出すようななんか表面的なところには向いてなさそうだけど、いやわかんない。それもちょっと後でボディやんないとね。確かに黒っぽくなってるかな。ちょうどここが境目です。なんかちょっと白っぽい汚れみたいなのがかなり落ちたのかなといった感じです。けどまだ、この辺とか汚れなのか劣化なのか分かりませんが、これまだ残ってます。近くでかなりこう見ると樹脂は悪くなさそう。ちゃんと綺麗になってるような感じ、見た感じは。続いてステアリングでちょっと試していこうと思います。でステアリング紺色なので削れてたりなんかしたらおそらく青くなると思うんですよね。ステアリングがね結構ね劣化してたりすることが多いので、クリーナーとかを使う時もかなり気をつけて僕はやっています。だからステアリングには正直今使いたくないんですけども、実際に色落ちとかするかどうかは使ってみないと分かんないので試していきます。この辺いきますか。軽くねこすります。やめよう。はい、数回こすっただけでメラミンスポンジが青くなりました。はい、もうやめですね。ここは今やった部分がこの辺なんですが、ちょっと白っぽくなってますね。これはもうさっぱりしたんじゃなくて、もう表面を削って光沢がなくなっているような状態ですね。革のステアリングには使わないようにしてください。続いてステアリングじゃない部分の革の部分いきますか。この辺ですね。適当に汚れを落としていくような感じで、さっきよりかは分かりにくいんですが若干水色っぽくなっています。ちょっともうこれ以上は嫌だな。やっぱなってるわ。はい、ちょっと分かりづらいと思うんですが、この辺ちょっと水色っぽくなっています。で水しか使ってないのにこうなるっていうことはやっぱり削っちゃってる。なので皮とか柔らかいものには使わないようにしてください。見た目的にはねそんななんかすごい色が変わってるっていう感じはしないんですが、っていうのもかなりうっすらなのでね、もうほんと表面をちょっと軽く削っちゃったのかなっていうぐらいだとは思いますが、削っていることは確かなのでちょっとこれ以上やりません。はい、そしたら続いてボディとガラス片ですね。状態としてはガラスこんな感じです。めちゃめちゃ弾いてるまではいかないですが、撥水してますね。でボディは結構撥水してますね。いい感じに弾いてますね。すごいね。ここまでにしてボディとガラスにメラミンスポンジを使っていこうと思います。まずガラスからいきますか。水を含ませたメラミンスポンジでこすっていきます。で基本的にはガラスの方が硬いと言われています。メラミンスポンジより。けど例えば特殊加工とかされていたらそれがどれぐらいの硬さなのかっていうのが結構重要になってくるのかなといった感じですね。こういった感じですね。この範囲だけ軽くちょっとやってみます。ガラス面をメラミンスポンジ使うことってあんの？ちょっと水かけます。若干落ちてる？そんなことないか。そこまで影響なさそうですね。こすってても撥水力が弱まってきたっていう感じはあんまないですね。でそのガラスに関して言えばガラスの方が硬いですよっていうお話なんですが、コーティング撥水剤ですねはまた別で、袋にはコーティングされてるところには使わないでくださいって書いてあったので、おそらく影響は何かしら受けるんだと思います。そんな大きな影響はとりあえずなさそうですね。続いてボディいきますか。ボディなんか特にやりたくないよな。この辺にします。いいね、水はじき。ちょっとマスキングしよっか。ざっくりマスキングしました。この内側いきますね。落ちてる感じするな。ほらちょっと浸水っぽくなったよ。これ落ちてんじゃない？ちょっといっぱい剥がしますね。そんないっぱいこすってはないんですが、ほら落ちてるね。ここだけ水はじきがなくなってます。ということは撥水コーティングは水しか使っていないので吸い取られたということですね。ちょっと一回拭いてみます。この部分分かりますかね。ここマスキングテープの跡がありますね。ここだけツヤがなくなっちゃいました。ただコーティングが剥がされただけなのか、それとも傷がついてしまっているのか、ちょっとライトを当ててみますか。はい、そしたらちょっとライトを当ててみますね。危ね、こける。どうでしょう。気づ
傷入ってるね。境目もありますね。こうライト当てると横にこすった線傷みたいなのがありますね。やっぱ傷入ってるな。傷入ります。分かりづらかった人のためにもう一度いきます。ちょうどこの辺ですね。この辺に境目があります。投光器の影で分かりますね。まっすぐマスキングテープの跡がこういった感じです。よし、終わり。傷は入ってるよ。ちなみに気になる人もいると思うので、最後にこの水はじき撥水、何のコーティングでしょうか。この水はじきです。正解はエルグライドでした。はい、といった感じで動画の方以上になります。で、今回はこちら、激落ちくんですね。メラミンスポンジ。こちらを使って、車に何かしらの影響だったり、効果的なものがあるのかとか、いろいろやってみました。で、結論から言うと、やっぱりここに書いてあるように、塗装面、車の外装面とか、プラスチックとか、そういうところには使えませんと。あと、コーティング面とかですね。何が言いたいかと言いますと、かなり汚れを落とすスポンジです。けど、ただのスポンジじゃないですよっていうところですね。そこを頭に入れておいてもらいたいなといった感じです。自分の責任の範疇で自由に使うのは全然 OK だと思いますけど、どうなってしまうのかとかを理解した上で、こういうところには使えるなとか、例えば今回ミ塗装樹脂の部分使ってみました。汚れが落ちてちょっと黒っぽくなりました。完全にではないんだけどね、あれはあれでかなり効果的なのかなとも思ったんですが、ボディ面に面してるところとかだと、ボディ面ちょっと擦っただけでちょっと傷が入っちゃいますよっていうのは、頭に入れといてもらいたい。僕の方では責任を負うことはできないので、皆さん理解した上でね、使う人は使えばいいのかなといった感じです。基本的には使えませんといった感じですね。激落ちくんはすごい便利なんだけどね、柔らかいように見えてめちゃめちゃ硬いものなんですよっていうのは知っておいてもらいたいかなといった感じです。特にボディ面ね、傷もついてたし、なるだろうなとは思ったんですが、実際ね、皆さんにお見せした方が分かりやすいのかなといった感じで、昔やったドロコトルダイヤモンドのスポンジではないですが、ダイソーで買ったやつあるんです。かなり昔です。車のね、ガラス面の鱗も取れるのかってやってね、かなり傷だらけになったこともあるんですよね。それをね、めちゃめちゃ思い出しました。思い出したっていうか、こうなるんじゃねえのかなって。ガラス面はね、ガラスの方が硬いので影響っていうのはないと思いますが、特殊加工とかね、色が入ってるとか、ミラー部分のその撥水コーティングがされてるとか、そういうものを落としちゃう可能性とかもあるので、ある程度自己責任でお願いしますといった感じですね。ここを使える場所としてはステンレスガラス陶器って書いてあるので、そこに使用してください。っていうのはコーティングされてたらコーティングが落ちちゃいますよとか、そこら辺は理解した上でといった感じになります。あとやっぱ内装ね、内装で使ってる動画とか過去に見たことあるんですが、内装の特にステアリング部分ですごい汚れが落ちる、黒くなります。あれ汚れじゃなくてその素材自体の色を落としてる可能性ありますからね。それは注意してもらいたい。こんな真っ黒な汚れなはずないじゃんっていうね、時ありますから、そこら辺は頭に入れておかないと、スポンジだけじゃなくクリーナーとかでも強力なやつ使っちゃうとそうなっちゃうこともあるので、そこら辺は頭に入れといてもらいたいなと思います。とりあえず今回はこんな感じで動画の方以上になります。この動画が面白いなと思った方はぜひチャンネル登録と高評価お願いします。それではまた来週いでー